この女性の名前はマナ。南太平洋フィジーで見つかったおよそ2800年前の骨から復元されたものです。年齢は40歳から60歳くらい。首の骨の傾きから葬られた時には大きな頭飾りのようなものを身につけていた可能性があり、主張レベルの身分の高い女性だったのではないかと考えられています。彼女が生きていたのはラピュタ文化が太平洋の島々へ広がっていく時代、そして同じ頃日本では弥生時代が始まろうとしていました。遠く離れた南太平洋と日本列島、実はこの2つの間には死者の葬り方に意外な共通点があったのです。こんにちは。世界をつなぐ古代の話です。オーストラネシア人移動の真実をたどるシリーズ。今回は古代南太平洋ラピュタ文化最大の謎ともいえるテウマ墓地を見ていきます。美しいサンゴ礁、青い海、こんな環境は古代人の骨が残るためには厳しい環境です。暑さや湿気の影響で骨が傷みやすく、南の島で古代人の骨が良い状態で残るということはあまりありません。だからこそマナのように顔を復元できるほどの人骨が残っていたということはとても貴重な発見だったんです。2003年にフィジーで発見され、マナと名付けられたこの人骨は日本の京都大学などで詳しく調査され、復元模型が作られました。骨の形や特徴からその人物がどんな姿をしていたのかを調べて模型にする。これこそがその当時最先端の研究方法でした。そして2003年、調査が終わるとマナはフィジーへ返還され、その骨は再び元の場所に埋葬されました。その後2010年代になると古代人の骨の DNA から祖先や他の集団とのつながりまで調べる研究が盛んになります。ラピュタ人の骨から DNA を調べることができれば、彼らがどこから来たのか、何者だったのか、長年の議論に対する新しい答えが見つかるかもしれません。ではこの研究のために眠っているマナを再び掘り起こさなければならなかったのでしょうか。いいえ、その必要はありませんでした。眠っているマナを起こさなくとも DNA 研究を可能にするもっと大きな発見があったんです。それがバヌアツ・エファテ島のテウマ遺跡です。2003年、バヌアツの首都ポートビラ近郊テウマ地区でエビの養殖場建設のために土砂を掘り返していたところ、土器の破片が発見されました。それまでこの島の北側では発掘調査が行われていましたが、ラピュタ文化初期の集落跡はまだ発見されていませんでした。探していた集落跡は意外にも島の反対側にあったのです。しかもその集落の跡から大規模な墓地まで見つかりました。これは本当に予想外の発見でした。2004年から始まった発掘調査では24体、その後の発掘を合わせると80体から100体にも及ぶ人骨がこの遺跡から発見されました。これだけ多くの人骨が発見されていたので DNA 調査に適した人骨を探すことが可能になったというわけです。最新の DNA 解析によって明かされた成果によるというような話でマナの写真がよく使われていますが、実はマナの復元は DNA 解析とは別の発見であり、場所も違うんです。さらにもっと大きく違うのは葬られ方でした。マナの場合は首の傾きが確認できるほど埋葬されたその時のままで見つかりました。その一方でテウマの人骨は仰向けだったり、うつ伏せだったり、体を曲げた状態だったり、そして完全でない人骨が多いのです。特に頭骨が取り外された首から下だけの遺骨が多いのです。といっても戦いなどで失われたわけではありません。白骨化した後に頭骨だけを別の場所へ移すという埋葬のプロセスがあったようなんです。ではその頭骨はどこへ移されたのでしょうか。サンゴ礁の岩の隙間、火山灰が溜まった場所、海岸の堆積物などの地形に合わせて密集して見つかる墓穴は比較的浅い位置にあって、それは一人一墓というような
単純な構造ではありませんでした。なぜか別の遺体の頭骨が別の体の骨と一緒に葬られていたといいます。中には一体の体の骨と一緒に複数の頭骨が見つかるという例もありました。そして見つかった頭骨の数が首から下の人骨の数よりも少ないということは、墓から持ち去られ別の場所で祀られていた可能性も示唆しています。テーマ遺跡が謎めいているというのは、こうした一筋縄では理解できない埋葬方法なんです。一筋縄でないのは頭骨の移動だけではありません。遺骨を壺の中に収めるという別の埋葬方法で祀られた人骨も同じ場所で見つかっているのです。日本列島でも縄文時代には子供や赤ちゃんが亡くなった時に遺体を壺に入れて埋葬する壺棺というのがありました。南中国や台湾などでは大人もこの壺棺に入れて埋葬したという例もあります。でもここで言うのは、棺としての壺ではなくて、一度埋葬した後に白骨化した骨だけを取り出して土器の中に収めるという2段階の埋葬です。東南アジアの場合は、遺体を白骨化させるまでのプロセスは風通しの良いところに置いて乾燥させるという自然条件に適応した埋葬法でした。でもテウマの場合は、遺体を風葬で乾燥させていたらしい場所は見つかっていません。遺体を白骨化させるプロセスは土葬だったと考えられています。条件から見たら熱帯の気候も島の地形も潮風もあるのに、なぜ土葬だったのか。一旦土に埋めて白骨化した骨をわざわざ掘り返して集めて壺に移す、本当に不思議な埋葬方法です。風で白骨化させて乾いたものを拾うのと違って、より強い動機と団結がなければ続けられない習慣なのではないのでしょうか。この不思議なテウマ遺跡の壺による再葬とよく似た葬り方が北半球にもありました。弥生時代の東日本です。縄文時代の主な埋葬方法は丸い穴を掘って遺体を埋めるというものでした。ところが縄文時代の終わり頃になると、一度埋葬した骨を掘り返して集めたり並べたり、地域ごとに様々な二次埋葬が行われるようになっていったといいます。そして弥生時代の初めから中期にかけて白骨化した骨を土器に収め直す壺再葬が東日本で目立つようになります。なぜ一度埋めた遺体を掘り返すようになったのでしょうか。その背景には祖先に対する考え方の変化や当時の社会の変化が関係していたのではないかと考えられています。台湾や南中国でも骨を取り出して土器に収める埋葬が行われていた例がありました。でも継続して広い範囲で行われていたという点では東日本だったんです。でもなぜ東日本に集中しているのか、なぜこの時期に急に広がっていったのか、日本でもまだ解き明かされていない謎が残っています。テーマに戻ってみましょう。そもそもラピュタ人という名前の民族が存在しているわけではありません。独特の模様を持つ土器を使い、船で移動しながら植物や家畜を運ぶなど共通する文化を残した人々を私たちはラピュタ人と呼んでいます。ビスマルク諸島から東へ広がっていったと考えられているラピュタ文化の集落はテウマ遺跡のあるバヌアツだけにあるのではありません。サンタクルズ島、リーフ諸島、ニューカレドニアなどの広い範囲でも見つかっています。でも墓地についてはどの集落でも見つかっているわけではありません。実はラピュタ文化の故郷ビスマルク諸島ワタム島では規模は小さいですが、小さな穴の中に遺体を埋めるという縄文時代のクソに似た埋葬方法も見つかっています。もちろんこれが日本との交流の痕跡というわけではありません。興味深いのはテウマだけではなくて、ラピュタ文化発祥の地と考えられている地域からして様々な埋葬方法が存在していたということです。このことから現在ではラピュタ文化は一つの集団が一気に東へ進んでいったというよりも、異なる集団がそれぞれ別々に移動し、それぞれの地域で交流しながら範囲を広げていったと考えられるようになっています。
そしてもう一つ気になるのがテウマの埋葬に使われたラピュタ土器です。これが一体どこで作られたものなのかはまだ詳しく分かっていません。日本の弥生時代の再埋葬墓、花輪台遺跡を見てみると、北関東や西関東、東海など異なる地域の土器が一つの墓地に集まっていました。そこには広い地域を行き交う人や文化の交流が反映されていたのではないかと考えられています。もしかするとテウマも花輪台遺跡のように広い地域を行き交う人や文化の交流する場所だったのかもしれません。そう考えるとテウマの墓地にはまだ私たちの知らない交流の歴史が隠されているのかもしれません。いかがでしたでしょうか。初期のラピュタ文化、埋葬文化が非常に多様で謎が多いというところを見てきました。この後ラピュタ文化がさらに東へ広がっていく段階になると、埋葬文化のあり方も変化していきます。マナが発見されたフィジーも次の段階の区分に入ります。次回はその辺のところを詳しく見ていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。